人とデジモンが共に手をつないでデリーパーと戦ったあの頃、まだデジタルワールドは小さなものでしかなかった。今や人々の生活はほぼその全てがネットのノードと通信しており、その膨大な情報は際限なくデジタルワールドを拡張させている。人が触れられないディープネット、さらにその奥底深くに想像もつかない何かが生まれ、リアルワールドに現れることを人は今から予期しておかねばならない。本当に？そうかなって思うだけなんだけど。そりゃあさ、僕だってジェーンとかシュウちゃんとかと会いたいけど、ずっとタカトがデジタルワールドに来るの待ってるだけなんで嫌だもん。だけどさ、テク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 歩くだけなんて疲れるよ。テリアも歩いてないじゃない。僕の頭の上にずっと乗っかっちゃって。いやって僕だって歩けるもん。ただちょっとギルモンよりも急がないと。同じスピードで。それにしてもレナもどこ行っちゃったんだろう。おかしいよね。ずっと見てないしさ。だいたいあの時ギルモンが何？あそこ何？よく見えないからもう一回ギルモンの上にと。うわあ、ものすごく深い崖だ。ここってデジタルワールドの一番下だってテリアも言っていたよね。そこよりももっと深いところからなんか登ってくるよ。ギルモン！デイズ、情報と非日常。こうすれば。いたいた、タカトくん。加藤さん。ごめんね、遅くなっちゃって。そんなに待ってない。それ何持ってるの？これ PDA って言うんだよ。お父さんが新しいのに変えたから僕にくれたんだ。ゲームとかできるの？ゲームはあんまりないな。電子手帳だよ。ねえ、最近リー君とかルキと会った？そういえば最近会ってないかも。中学違うと難しいね。ギルモンたち元気でいるかな？もうあれから2年くらい経ったなんて。ごめん、つい言っちゃって。いや、ほんと
時間が経つのって早い。でも僕はギルモンとまた会うためのことって何もできてなくて、僕たちが大人になったらどうなってるんだろう。あのね、私多分分かってる。自分がどうなるか。私ね、小学校の先生になりたいなって。へえ、すごいな。小学校の先生って浅沼先生みたいな。バレた？ねえ、覚えてる？浅沼先生って私たちの担任になった時全然やる気ない感じで。そうだった。でも途中から変わったよね。そう、私たちに本気で向き合ってくれた。今浅沼先生って何歳だっけ？28かな。28歳か。僕たちがそれくらいになったらどうなってるんだろう。デジタルワールドもリアルワールドも。じゃあ私帰るね。うん、また明日。バイバイ。ついまた来てしまう公園のここ。ギルモンが最初に来た時隠したところ。おーい。もうここにはデジタルフィールドが現れることなんてないって。なんだこの光。デジタルフィールドじゃない。なんか吸い込まれそう。無理だよ。僕はこんな隙間なんか通れないってば。僕の体が光に。うわあれ、ここは一体。デジタルワールドに来たのかな。でもなんか違うっぽい。おーい。驚かせてしまいすまなかった、タカト君。誰なの？ここはどこなんですか？さあ、そのチェンバーから出てきてくれたまえ。よし。やっぱり僕はデジタルワールドに来たんだ。残念ながらそうじゃない。山木さん。そうだ、山木さん久しぶりって。あれ、なんで髪の毛真っ白になっちゃってるんですか？いや、松田貴人君、本当に久しぶりだ。髪だけじゃない、顔も。一体何があったんですか？君たちテイマーズと我々ヒプノス、そしてジェンのお父さんたちワイルドバンチがデジモンと力を合わせた時のことを覚えているだろう？もちろん。だってたった2年前のことだもの。そうだ。君にとっては。違うんですか？私はあの後役所を辞めたんだ。しばらく民間でワールドワイドメッシュ長期予測の仕事をやっていた。しかしちょっと前に復帰させられたんだ。サイバーセキュリティ基本法が2015年に施行されたんでね。ここはニュクスという内閣官房直轄の組織なんだよ。こういう秘密基地みたいなものがないとやっぱり不安なんだな、私は。ちょっと待ってください。今って。ああ、すまなかった。つい自分のことばかり先に言ってしまった。ずっと君を待っていた人たちに会わせたい。一緒に来てほしい。久しぶり、タカト。
やだな、タカトだけ若いなんて。元気だったタカト？ジェンもルキもなんで大人になっちゃってるの？混乱させてすまない。今は2018年なんだ。ちょっと待って。じゃあ僕は。ねえギルモ、もうここまで来ればもう満タイだと思うよ。さっきのところすごかったね。でもどうしたのテリアも。もしかしたらだけど、あのでっかい滝みたいな渦みたいなやつに乗っかれたらリアルワールドに行けるのかもしれない。またタカトモンたちに会えるの？なんかそうかなって思っただけなんだけど。じゃあ戻ろうよ。あれに近づいてはダメだよ。誰なの？どこから喋ってるの？そのうちわかるよ。いいかいギルモ、テリアも、君たちの名前を呼ばれたらその声のする方に向かうんだ。今の誰だったのかな？でもなんとなく知ってる気がしたんだけど。誰？わかんない。隠し。じゃあジェンとルキは今28歳ってこと？すっごく大人っぽい感じもするし、なんかあんまり変わってないっていう感じも。スタンフォード大学を出てから僕はそのままアメリカでデジタルワールドの研究を続けていたんだ。もちろんテリアモンたちとまた会うためにね。無理を言って戻ってきてもらった。そうなんだ。ルキは何してたの？私？大学入る頃ママに強制されてモデルの仕事してた。でもやっぱりそれって私には退屈だったんだよね。それでフリースタイルモトクロスやってた。やっぱり私は勝負するのが好きみたい。ちょっと待って。じゃあ僕は2018年の僕たちが知ってるタカトはギルモンとまた会うまでただ待ってるだけなんて我慢できないって言っていて、世界を旅していたんだ。ずっとジュリを待たせてたんだよタカト。去年君の存在は突然このリアルワールドから消えてしまった。ニュクスとしてはどうしてもテイマーたちの助けが必要で、松田タカトは最も重要な存在だった。しかしその君が消えてしまったんだ。さよなら。気をつけて帰ってね。ギルモンのお家、どうしてもここに来てしまう。もしかしたら今日は帰ってきてるんじゃないかって思って来てしまう。タカト、どこにいるの？元気でいるよね？待ってるから、私。2001年頃、都庁舎にあったヒプノスはデリーパーに破壊されてしまったが、あの設備はどのみちすぐに古びていただろう。この17年の間、デジタルワールドはリアルワールドと完全に重なっていて、デジタルワールドははるかに巨大な世界となっている。僕らが冒険したデジタルワールドは完全に変貌してしまったんだ。デジモンは？もちろんいるさ。山木さんが声をかけてくれたから、僕も自分の研究成果をこのニクスに注ぐことができたんだ。この設備って
僕が来たあそこ？そう、まだ試運転段階なんだが、やっと今年から稼働しているリアニメーターというリアライゼーションシステム。リアライズ。でもどうしてタカトは厨房なのかまだ私わかんないんだけど。デジタルワールドで最もバイオパラメーターが高かったのがこの時勢なのだと解釈するしかない。リアニメーターがスキャンできたのが2003年の君だったのだ。え、じゃあ僕は本当の僕じゃないの？でも何すんのさルキ。ひどいなルキは。いきなり人のほっぺたつねるなんて。でも痛いってことは肉体がある証拠。ちゃんとリアライズしてるじゃない。あ、そっか。まるでギルモンが最初に現れたような感じなのかな。うわー、このタカトちっちゃくて可愛いな。やめてよもう。ウォーニング、新宿上空にゾーンデジタル検出。どうしたの？君たちテイマーとデジモンの力が必要な理由だ。ターミナルディフェンダー起動。ターミナルディフェンダー起動しました。何が起こってるの？急に空が。警報、西新宿ニュクス上空に位相変異。デジタルワールドと干渉中。解析。ポータルと思われます。デジタルワールドとのリンケージを確認。物質化の予兆を検知。何が来るの？どんな姿で現れるのかは分からん。しかしその本質はすでに分かっている。デジタルワールドのディープゾーンで生成された自律型純粋悪意マリスボット。予想よりも早いな。もうリアルワールドに干渉してくるとは。マリスボットって一体何？デリーパーよりも強いの？比較にならない。デリーパーの進行が起こった頃のデジタルワールドが太陽系なら今は銀河系の規模だ。もうすぐシンギュラリティ技術的得意点を迎える。 AI だけではない、人が生み出した技術環境が人の想定を超えていこうとしているのだが、私はデリーパーとは異なるディープメッシュネイティブの知性がリアルワールドに侵食してくることを予期していた。僕も NSA で研究している時同じ予想をしていたんだよ。だったらこっちも立ち向かうしかないじゃない。デリーパーは規模は大きかったけど基本的にはシンプルなプログラムだった。でもマリスボットは人間とは異なる知性を持っているんだ。しかもそのオリジンとなっているのは人間の純粋な悪意だ。悪魔という陳腐な言葉も似つかわしくない。だから僕たちがまた集まらなきゃいけないんですね。そう。そして僕たちにはパートナーが必要だ。でもどうやってレナモンたちに来ても。このリアニメーターって。そう、かつてのデジモンたちはデジノームの助けでリアルワールドにリアライズしていた。気まぐれなデジノームを頼りにはできない。しかし今の我々のテクノロジーは過去に不可能だったものを実現させているんだ。できるの？ポグレットというナノマシンを進化させてマテリアライズが可能になった。君がここにやってきたあのチェンバーでポグレットにデータをロードさせる。それがあのリアニメーターなんだ。じゃあギルモンたちをここに呼べるんだね。タカトがここに来られたんだから可能だと思う。だがデータだけではダメなんだ。デジタルワールドから呼び出すには君たちテイマーのニューロトランジスタを発火させる必要がある。つまり呼びたいっていう強い気持ちなんだね。よし、やる。ポータル最大値到達。物質化現象が開始されています。これを頭につけてくれ。何これ VR？ 文句言うなって。山木さん、信号を送ってください。何か見えてきた。これは D アークの機能とブルーカードのパラメータを仮想マシンにしたものだ。デジモンをサーチして特定のデジモンを強く思って。さあ行くよ。リアニメーター起動しました。カンタムスプレマシー最大値。ギルモン、テリアモン、レナモン、お願い。
なり目の前にトンネルが。変なことばっかり。ギルモタカトテリアモジェンダレナモン早く来なさいよ。レナモンいないよ。もさっき誰かの声が言ってたよね。呼ばれたそこに向かって走れって。このトンネルの向こうって。行こう。あ、待って待って。ホグレット放出。ホグレット放出しました。リアニメーターレンダラー起動。テリアモ僕はこうやってここに来たのか。ギルモリアニメーター2個体のリアライゼーション実行中。2体。タイプデジモン。よし。霧みたいのでよく見えないよ。ゲートウェイオープンします。ギルモあ、待って、私も。ギルモギルモテリアモンだ。レナモンも。うわー、タカトだ。重いよね。うわーい、ジェーン。テリアモン。レナモンは。それがレナモンしばらく前からデジタルワールドからいなくなっちゃったみたいなんだ。じゃあリアルワールドに来ているのかい？それはわからないんだけど。あれ、タカトは全然変わらないけど、ジェーンとルーキは大きくなったね。まあその説明は後でするから。山木さん。ああ、ギルモン、テリアモン、君たちにまた力を借りたい。すでにもうこの施設の上空にそいつは来ようとしている。マリスボットのマテリアライゼーション進行中。マリスボットのマテリアライゼーション進行中。何が起ころうとしているの？空に四角い穴が開いて。あの四角いゾーンから悪いやつが出てくるの？ジェーン。そうだ。テリアモン、一緒に迎え撃ってくれ。よーし、久しぶりに暴れちゃおっかな。ギルモせっかく久しぶりに会えたのに。後でいっぱい遊ぼう。なんかギルモンまで少し大人になったみたい。タカト、ルキ、行こう。レナモン、どこにいるの？今ここにいないなんて私には我慢できない。六角堂が持ち上がっていく。これがエレベーターになってたなんて。タカト？加藤さん。なんでそんな昔のまま。ごめん、僕もまだよくわからないんだ。後でちゃんと話すから待っててくれる？ポータルからマリスボットが姿を見せるぞ。巨大かもしれない。形がはっきりしない。どうやって攻めるか。うわ、なんて声なんだ。この声で。ビルが揺れている。超低周波か。このままだと新宿が全滅してしまう。よーし、先手必勝でいこうかな。プチツイスター。よーし、ファイヤーバール。さすがギルモン。待て、周りが燃えているだけだ。マリスボットはまだいる。くそ、やっぱり成長期じゃ無理なのか。そんなことないよ、タカト。しかし何してるの？あなたたちはテイマーなんでしょ？それはデジモンカード。
でもリアークがないよ。スマホでスキャンするの。スマホ？それ使いなさい。あ、PDA みたいなもの？ルキカードスキャニングカードスラッシュテリアモン受け取れ。おっしゃーブレイジングファイヤー。僕だって。ルキ、僕にもカード。スキャニングカードスラッシュギルモン受け取ったよタカト。くれないマルー。やったー。今の攻撃がダメージを与えたようだ。パワーが減少している。なんて声なんだ。泣いてるの？嘘！何あの姿！まさかレナモン？レナモンなの？マリスポットってレナモンのことだったの？待て、これは罠かもしれない。どうするタカト。どうしたら？本当のレナモンはどこにいるの？ 2018 年の僕って一体どこにいるの？ヒロカズ、ケンタと再集結した僕たちテイマーはギルモンたちと再び冒険に向かわなくちゃいけないみたいだ。ギルモン、僕たちも進化しよう。次回があるかはわからない。きっとある。デジモンテイマーズ2018、君もテイマーを目指せ。